にちは。今回はウマ娘シンデレラグレイ第9話への視聴者の反応をご紹介します。このチャンネルでは最新アニメの視聴者の反応や感想をご紹介しています。みんなの解釈や考察を知るとアニメ視聴の楽しみが増えると思いますので、ぜひ最後までお楽しみください。送りちゃった。お出れたやん。これは史実を無視したの。勝負服が出るんかい。桜千代の王が怪我をしなかったら、サッカーボーイが怪我をしなければ、メジロアルダンが怪我しなければ。追い出すなよ、ふざけんな。勝負服は捨ててきた。勝負服でってなるよね。勝負服じゃないのかよ。実際は出場していません。こういうのってオリジナル展開は許可絶対取れないと思ってた。勝負服はなんで小栗出てんの。勝負服着てないのが答え。何、史実と違うやん。サイレンス鈴鹿も死んでないし。小栗キャップが主走するダービーフ。出るんかーい。そうツッコミ。賞金はいらない。大外でいい。史実と変えてオリジナルにしてきたか。勝負服どうしたんだ。 T シャツで入社式レベルだろ。アニメだからこそできる世界。東海ダービーに出ようとしてたのを中央にスカウトしたんなら、その時に登録してやればよかったのに。てかコロナももうないのになんで G1 の入場制限してるんだっけ。ネット予約限定とか。昔は G1 でも予約なしでフラッと行けたのに、今日もダービーなのに10万も入らんガラガラだし。描写うまいよなこれ。圧勝。圧倒的じゃないか。定期歴史変えちゃった。小栗強すぎはロタ。もしダービー出てたら買ってるって演出でしょ。いいじゃん。これは夢落ちってことにするはず。ダービー取りやがった。七馬身とか盛りすぎだ。もうそっかよ。もうです。ニュージーランドトロフィーとダービーの実況を混ぜるのうますぎ。もし走ってたら7馬審査で勝ってたって夢か。はいかイエスでお願いします。何これ妄想なの。走ってるレースが違う。史実を守ってる。出てたらこんな勝ちだったよなってことか。出てなかったの。小栗が勝ったのに世界戦が変わった。小栗は別レース。千代ちゃんの最初で最後の輝き。桜千代の王出番終了のお知らせでもあります。最近出番ありました。千代ちゃんかわいい。ペロペロしたい。目の桜を代償にダービーを勝った。当時も小栗のいないダービーで勝ってもねってダメた空気だったんだろうか。ふとしと岡部の叩き合いは使ったよ。いたら結果は違ったって感じで冷めてはなかった。案外そうでもない。千代の王はすごい勝ち方したから実際わからんぞって声も今持ってある。良い最終回だった。いつから小栗キャップがいると思っていた。衣装だけなら優勝だろ桜千代の王。妄想じゃなくて違うレースの様子をダービーに重ねていただけやね。重ねるということはレース構成はダービーと全く同じなん。キャリもスタート位置も。ダービー2400、ニュージーランドトロフィー1600。ちょっと比較にならんと思うが、当時のニュージーランドトロフィーは残念ダービーと言われました。なので実質小栗キャップはダービー馬。すまんな、原作知ってるから黙ってた。それが大人の対応。しかし追加登録でダービーを勝つ馬はまだ現れない。映ってたオペラ王はちゃうの。皐月賞追加登録で勝った。ロードトゥーザトップ見るとよろしい。時間過ぎるの早い。実は15分くらいしか放送してないやろ。登録すれば誰でも通る審査に何の意味があるんだ。小栗のいないダービーはタコのないたこ焼きと言っていたのに、カメラマンはダービーに来ていたの。追加登録料制度。クラシック登録料よりはるかに高い金を払って初めて買ったのがテイエモオペラ王。ちなみに北サンブラックも追加登録している。小栗がいなかったら黒はデュノールもいなかったかも。千代の王のイニングライブは同世代の戦いはこれで終わり。次回からは世代間闘争の始まりだ。いい最終回だった。小栗キャップの活躍にご期待ください。ダービー終わってしまった小栗は出れず、なんだ次回も得てる。たまちゃんが主人公みたいな。疾風陣雷やね。馬に落雷はダメでしょ。
タマもまだゾーン入ってないやろ。タマモは金つくロスくらいしか出せなかったな。オグリは言わずもがなだが。青い稲妻じゃなくとよかった。みんな千代ちゃん言ってるけど、桜千代の王の名前の由来は横綱だからな。八重の無敵あまり取り上げないのか。原作は八重の無敵の物語でもあると思うのに。オグリキャップが1988年に笠松競馬場から中央に移籍した際、クラシック参加には中央への移籍と1987年のクラシック第1回登録を済ませる必要があり、結果的にクラシック失踪はできなかった。これを踏まえて1992年から追加登録制度が設けられ、第3回締め切り時までに200万円を支払うことで、第1回締め切り時に登録を見合わせた馬も出走できるようになった。つまり小栗がいなければ北ちゃんもいなかったと。北島三郎がルール変えてたかもしれんな。シングレ読み出したのがジャパンカップのレース中からだったから、最初は主人公がタマモクロスだと思ってました。馬娘はみんなが主役だよ。このダービー以外で千代の王と小栗って何か接点あるの？ない。バンブーと稲荷にボコボコにされて、そのバンブーがオグリにマイルで負けるって構図なので。正直当時子供の自分でもオグリは知ってても千代の王は知らなかったもんだ。漫画版読んでた時は見事に騙されたな。よくよく見れば勝負服じゃないんだけど。いやーめっちゃ面白かったわ。この回は原作のシングレ超える出来やったな。日本ダービーもりもりやったからな。マジで今季で一番面白くね。他と次元違うわ。ルドルフ会だったな。会長の頑張りがすごく良かったわ。めっちゃ気合入ってた。CG 使ってんだろうけどグリグリ動かしてた。だからオペとオグリが話してたのか。ロードトゥーザトップ。オグリがいなかったらオペラーの成績もなされなかったからな。小栗かわいそう。運命に翻弄された馬なんだな。この時の無念が後々の世代につながるって話か。追加登録からダービー優勝はまだおらんのよな。オペラ王が取ったのは皐月賞だっけ。これは同時刻にレースやってたわけではないんだろう。中央編終わりか。ちゃんと登録しなかったのが悪いというだけの話では。そもそも地方の馬や血統の悪い馬は登録しない。登録料の数百万がもったいないので。ルール変えたのは原作通りではある。今回1期の最終回でもよかった。第1部間。実際 JRA は結構柔軟にルール変えてる気する。アンカツとかデムーロとか。問題が起こるまでは何もしない。問題が起きた後にしぶしぶ対処するのはいかにも寛容。去年もモレイラのために気軽にルール変えてたな。最終回みたいなノリだと思ったらそういうことか。この年はオグリが起点2着で有馬買ってるから、ダービー馬の価値が暴落とか聞いたな。千代の王があんまり強くなかったからまたね。競り落としたのがこれまた勝負弱いアルダンだし。オグリキャットがダービーに走っていたら、桜千代の王がダービー馬になれなかった世界戦。運が良かったのは桜千代の王だったという話。歴史に符がないけど、オグリ出ていたらダービー勝っていたんかね。同じ舞台のジャパンカップで全然すごい走りしたからね。可能性は高い。次回からはたまちゃん編。落雷当たってますよ。これはラスボス。能力バトルものになってませんかね。次はタマモクロスに話が移行するのか。オグリにとっては最初のライバルだからね。ついにたまちゃんか。ワクワク。はい、オグリキャットは断念ダービーの方に出ていたのでした。体操服だったのでバレバレでしたけど、まさかオグリキャットが日本ダービーに出た世界戦というイフがあるかと思わせての叙述トリックには驚きました。アニメ1期でエルコンドルパサーがダービーを買ったような F 展開もやろうと思えばできたので、オグリにダービー出走させるかどうか制作者がどっちを選択するかというメタフィクション的なハラハラ感も楽しめる面白い構造のエピソードでしたね。基本的にダービーとニュージーランドトロフィーを同時に放送。ルドルフがマルゼン、CB と見ていたのがダービー、一人で見てるのがニュージーランドトロフィー。一瞬ルドルフの目に映ったオグリが全員を抜くシーンは、彼女のもしオグリがダービーを走っていたらという思い。ここは漫画でも見せ方がいいので、ぜひ見てほしい。素晴らしすぎました。千代とハルダンさんの最後の攻防。
呼吸止まるくらい集中して見ちゃって、買った瞬間ちょっと涙ぐむくらい入れ込んで見てました。本当に素晴らしい回です。アニメスタッフの方に感謝しかありません。最高のダービーでした。しおちゃんおめでとう。マルデンの夢を背負い走り切る姿に号泣。史実を知ってると本当に泣ける。一方、オグリは、この物語の見せ方本当にうまいよね。構成が見事すぎる。ルドルフが投じた一石は決して無駄ではない。素晴らしい神回でした。この時オグリがやろうとしてできなかったこと、日本ダービー出走を実現したのがオペラ王なわけですから、ちゃんとここで会長が掛け合ったことは意味があったんですよね。そして実質ロードトゥーザトップはシンデレラグレイの続編みたいな感じになってます。小栗は if を想像する余地がたくさんあるから名馬なんだよな。クラシックで出たら何冠取ったか、安城コロコロ変わらなかったらどうだったか、怪我せず春天出てたらどうだったか、現代の G1 たくさんある中なら何勝してたか。最後までご視聴いただきありがとうございました。皆さんのご感想や注目ポイント、考察などありましたらコメントで教えていただけると嬉しいです。このチャンネルでは最新アニメの視聴者の反応や感想をご紹介しています。ぜひチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。